お元気ですか？スタジオ羽根です。こういった線路、近景と遠景、そして、遠くの景色みたいな、もっとさらに遠くということで、遠景、中景、近景、こちらの方をペン画で書き分ける際に、手前と中間、どのように分けたらいいのか、よくご質問いただきますので、ちょっと回答できたらなと思います。構図は、3分割構図あたりを狙って、線軽く描いておきましょうか。よいしょ。ここが主体になってくればいいのかなと思います。中継の人は、それなりにペンで楽しみながら描いていけばいいのかなと思いますので、こちらの方は遠慮なく描いていきます。人々の仕草が描けたらいいかなと思いますので、暗いところになってくると、少し線の密度ですね、増やして描いていってもいいのかなと思います。ですが、そこほど、ものすごく、たくさん入れているわけではなくて、で、線路ですね。細い線と太い線をここで使っていきます。定規を使ってもいいのかなと思いますが、ここで太い線にひねって置き換えていきました。細い線から太い線に置き換えながら、この影のところですね、近景において影のところにしっかり立体を表すハッチングの方を入れてみたり、遊んでる線入れていきましょう。影遊びですね。ここでもう太に置き換えていって、太で遊べばいいかなと思います。塊があっても面白いと思うので、固めてしまいましょうか。光の当たっている方は細の線。近景を描いていくので、近景の影になるところに線で遊びで紙の白が少ないように調整していきます。この線路の影になるところを中心に石みたいなのを描いていきます。
光がこっちから当たってるので、影になる方に少し重きを置くような感じで描いておきます。部分で構わないと思うので、抜けを作っておきます。細いと太いをうまく使っていって、密度ですね。密度を作っていってます。粗密。密度の多いところが影。少しずつ情報量を減らして描いていきます。石を一個一個描くというよりかは、少し動かした感じ。もちろん手前よりも細く描いていきます。もう遠くになってきたので、これぐらい。人は結構インパクトがあるので、太い線を使って表現しておきます。影のところとかね、しっかり作っておくと目立ってくれるので。主体になってくる人たちが描き終わったら、あとはもう踊るような線で人っぽく見える人を描いておくといいかなと思います。単彩画で塗っていきます。遠方の風景。空は残すにして、道路ですね。道路の方をこっち上がりのこっち下りにしておきますね。よいしょ。こっちにも走ってる感じにしておきましょうか。よいしょ。少し人のにぎわいが出てくるので、少し肌色っぽい感じで影の色を塗っていってみますね。砂ぼこりのような砂利。線路を主体に見せていきたいので、線路だけね、塗らないように、巻きも
枕も乗らないような感じで、それぞれの影を足し算してみましょう。紫色ですね。近景は特に紫が強くても綺麗に見えるので、そういう風にしておきます。人の影も紫色にしときましょうか。少し離れると、グレーで色味を感じさせないような色でね、影つけておきます。はい。あとは、近景とかに人の肌を感じさせるような色とかをね、のせていってみましょうか。服の色とかもね、ちょっと目立つ色入れてってもいいかなと思います。赤い服着てる人とかもいたり、青い服着てる人もいてたり、黄色い服の人もいてたり、青い服の人もいてたり、このふくらぎがしっかりとわかるようにして、近景はどんどん、影のところに点が舞っていくような感じです。中間は普通に細ペンで描いています。円形は線に頼らずに色依存で描いてみました。はい、ざっくりとですが、こんな感じで、遠近つけながらペンで遊んでいくと面白いですよ。この動画が何かの参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは奈良にある絵画専門空間スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。